3本の木がここで交わってるわけですよ。これを作るための部品がこれなんですね。こっち正目です。正目はこうまっすぐな目が、こっちは板目をもやっとして、組子細工の材料にするには全部そうなんですけど、必ず正目がこの材料に対してこの広い面ですね。つまりこう縦向きのこの面になるんですけど、これが逆向きになっちゃうとこの強度出ないんです。もうすごい弱くなるんです。木目っていうのは濃い部分薄い部分って連続してるんですけど、この濃い部分が冬の間成長した冬目っていうんですよ。で薄い部分は夏の間成長した夏目っていうんです。木っていうのは全然成長しないんです。冬の間はその冬の間に成長した木目っていうのはすごい強いんですね。例えばこれは9ミリなんですけど、で3分の1ずつになってるんで、残りはもう3ミリしかないわけです。3ミリの中にこの冬目が通っていないと、この時に折れちゃうわけなんです。でそれをこういった感じで組むんですね。3本あれば3年分なんですよ。でもこれでいうと20本ぐらいあるんで、20年分がここに、木としてはもう20年分の材料という。この三角形の中にこの3本の材料をはめるんです。接着してるんじゃないんですよ。はめるんです。木を突っ張らせるんです。そのための材料がこれなんですけど、一つずつ手に持ってもらって左右比べてみてください。角度が違うでしょ。尖ってるほど尖ってない方があるでしょ。鋭角と鈍角あるの分かります？尖ってない方が根元なんです。つまり360度の3分の1の120度の半分の60度もまた角のように30度に落としてるんです。これ機械でできないんです。でこれを工場長がカンナで削るんです。これはもう工場長しか使いこなせないんです。つまり削るんだけどスピードと力加減ってもともと難しい中で、これはなおさら